こんにちは、リアです。今日は私が垢抜けたねって言われるようになった7つの方法があるので、ぜひそちらを皆さんにシェアしたいなと思います。では早速なんですけれども、昔の写真はこんな感じです。この頃はだいたい20代前半で、今が29歳の20代後半なんですけれども、この時も実際綺麗になりたいなとか、もっと垢抜けたいなっていうふうには思っていたんですけれども、何をしたらいいかっていうのが本当にわからなかったんですね。今回は今日からでもできる方法というのを7つお伝えしようと思います。これをやったことによって本当に垢抜けてきたし、自分にも自信がつくようになったので、ぜひ最後までご覧になっていただけたら嬉しいです。まず1つ目は眉毛の形を整えるです。こちらの写真を見ていただくと分かると思うんですけど、やっぱり眉毛の印象がとても強い顔になっているんですね。で、眉毛って顔の印象の8割を占めると言っても過言ではないくらい重要なところだというふうに言われています。私は自分で眉毛の形を整えているんですけれども、眉毛の形がわからないとか、自分に合ったものが何かを知りたいとか思っている方は、眉毛サロンも今はあるので、自分に合う形をプロの方に教えていただくのも一つの手だと思います。で、2つ目はまつげパーマをするです。ビューラーいらずですっぴんでも可愛くなるのが本当におすすめのポイントなんですけれども、私の目の形なんですけど、奥二重でなおかつ目が奥目なんですね。奥にちょっと眼球が入ってしまっているような目の形なので、目に印象が本当につきづらくて、奥目なのでまぶたがすごく下がりやすいようなまぶたになってしまっているんですけど、まつげパーマをすることによってまぶたをまつげが引き上げてくれるので、その分目も大きくさらに見えるし、目に光が入ってくるようになるので、白目がかなり見えやすくなったのと、やっぱりふわっと広がっているので目も大きく見えやすくなりました。同じように悩んでいる方は本当におすすめです。で、ビューラーでもいいじゃんっていう風に思うかもしれないんですけど、ビューラーでもいいとは思うんですけど、ビューラーだとキープ力っていうのがやっぱり一時的なものになってきてしまうので、夕方とかになるとやっぱり落ちてきて、その分目も小さくなってきてしまうので、しっかりその場で止めてくれるまつげパーマっていうのは本当におすすめだと思います。まつげパーマは私まつげサロンに行くこともあるし、今日ちょうどこの撮影の前にまつげパーマを自分でやったんですけど、結構まつげが上がってるんですよね。綺麗に市販のものでも上がるので、ぜひやってみてほしいんですけど、まつげパーマは自分でやる際は私は楽天か9点で購入するようにしてるんですけど、すごく安くて1ヶ月ぐらい普通に持ってくれるので、コスパもすごくいいなと思います。で、私は何個かも試したことがあるんですけど、クリームが落ちやすいものとかもあるんですね。で、私がおすすめするのはこちらです。今回これを使ってみたんですけど、結構良かったです。これは PR とかでは全然ないんですけど、これは1と2のタイプの液があって、それを10分ずつつけてから置くだけで綺麗にしっかり上がってくれるんですけれど、これは楽天で購入したので、ぜひ下の概要欄から私の楽天ルームあるので、そちらもぜひ使ってみてください。3つ目は骨格診断で自分に合う服を知るです。皆さん自分の骨格って分かってますか？実は私も骨格が分からなかった時は、可愛いなと思って撮った服を試着室で着てみたら、なんか全然似合わないっていうことが多かったんですけれど、骨格のタイプっていうのは3つあるそうなんですけれど、体の形が分かることによってそれに合うお洋服のタイプっていうのもあるみたいなんですね。で、これを合うものを着ることによって着痩せしたりだとか綺麗に着ることができるので、スタイルアップもして見えるんですけど、皆さん JJ っていう雑誌覚えてますか？私が大体大学生ぐらいの時にすごく読んでいた雑誌だったんですけど、雑誌のイメージが大体かっこいいクールなカジュアルな女性っていう感じだったんですね。で、当時はそういった格好がすごく好きで、パキッとした服装だったり、あとはデニムのパンツとか、そういうかっこいいタイプの服がすごく好きで着ていたんですけれども、着ていた時がやっぱりちょっと着膨れしてしまうというか、あんまりスタイルがよく見えないなっていう風には思っていました。私はウェーブ体型なんですけど、あんまり骨が目立ちにくい華奢なタイプの人が多い骨格なんですけれど、私自身も上とかは少しボリュームがないのでボリュームを出すが、今日みたいにピタッとした洋服を着ている時はスカートとかのフレアスカートを着たりだとかして、
ボリュームを意識することが大事なんですけれども、私が本当に変わるきっかけだったのがアパレル店員をやった時だったんですね。その時にちゃんと服のことを勉強しようと思って勉強していった先に骨格別っていうものがあるんだなっていうことを知って、そこでその骨格にちゃんと合った服を着ることによってこんなにもスタイルが変わるんだっていうことを知りました。自分に合う骨格が分かったことによって洋服を買いに行ったりだとか、あとはネットショッピングする時もすごく楽になりました。で、私が今上げている YouTube の動画もウェーブさんにはすごくぴったりなお洋服ばっかりなので、ぜひそちらも見てみてください。で、骨格診断も簡単に今はできるようになっていて、ネットで検索すると出てくるので、ぜひそちらも今日から試して自分に合うお洋服っていうのを参考にしていただけたらと思います。4つ目はパーソナルカラーを知るです。で、こちらは先ほどのお洋服と一緒で、やっぱり自分に合う色っていうものはそれぞれみんなあるんですね。日本人にはイエロータイプの人とブルータイプの人がいて、よくイエベーとかブルベーとかっていうと思うんですけど、もちろんこれは結果にとらわれすぎることは良くないと思うんですけれど、私はこのカラーをまだ知らなかった時はメイクで可愛いなと思って買ったものも実際につけてみたら全然自分には合わなくて、なんか浮いてるみたいな印象になっちゃうことが多かったんですけど、それはやっぱり似合わない色を選んでいたからなんですね。自分に合ったカラーを知ることによって、それをつけるとやっぱりちょっと顔の血色が良くなったりだとか、華やかな印象になったりするので、ぜひ自分に合ったパーソナルカラーがこういうのなんだっていうのを意識するのも大事だと思います。5つ目は水を飲むです。もうこれはいろんな人が言っていて、もう水かよみたいな感じで思われると思うんですけど、本当に水を飲むことで全然効果が変わりました。で、私はもともと20代前半の時とかは全然水を飲まなくても喉の渇きが気にならないタイプだったんですね。でも今はちゃんと意識的に1日 1.5 から2リットルを意識するようにしているんですけど、私は3つの変化を実感することができました。1つ目は肌の質が変わりました。やっぱり水をあまり飲んでいなかった時は肌の循環がうまくできていなかったのか、肌荒れがすごくしやすくて、で、乾燥肌が結構目立っていたんですけど、今はそんなに肌が荒れることもなくなってきて、肌の潤いっていうのも20代のその前半の時よりもマシになったと思ってます。2つ目は肌の透明感が上がりました。水分がちゃんと保たれているからこそ、ちょっと発光したかのような肌のトーンもちょっとワントーン上がったような気がします。で、肌を白くさせるっていう方法はまた別の動画であげようと思っているので、そこで詳しくお伝えしようとは思っているんですけど、水をたくさん飲むことによってやっぱり肌のトーンは上がったなっていう風に思います。3つ目はお通じが良くなりました。もともとすごく便秘症で本当に5日ぐらい出ないなっていう時もあったぐらいだったんですけど、今は午前中にはもうトイレに行きたいっていう風に思うようになったぐらい本当に変わったので、今あんまり水を飲んでいないなとか、今あんまりお通じが良くないなっていう方、女性は結構便秘症の方多いと思うんですけど、水をさらによく飲むように意識してみてください。結構私はそれで改善されました。6つ目、自分に合う髪型を知るです。私は面長の顔なんですけど、ボブとかこういうちょっと下に落ちるような印象の髪型ってあんまり似合わないんですけど、それをやってしまっていたりだとか、あとは小顔に見せたいと思ってもう髪をここら辺に持ってくるような髪型にしてしまっていたんですけど、逆に今こうちょっと外巻きにしたりとかして顔のラインがより分かりやすいようにしてみたんですけど、そうすると逆に顔がすっきりして見えるようになったので、自分に合う髪型を実際に美容師さん、プロの方に一緒に話して決めてもらうっていうのが一番早く垢抜ける方法でした。7つ目は姿勢を良くするです。もうこれはもう私も今でも自分の中で課題にしていることなんですけど、もう私は巻き方がすごくひどくて、こう今はちゃんと
カメラがあるので意識して姿勢を正してはいるんですけれど、いつもはパソコンやったりだとかデスクワークがあったりするとどんどんこういう風に丸まってきてしまうんですね。やっぱり首もこうやって前に出てきてしまうので、首も短く見えてしまうし、顔も前に出てきてしまうのでたるみが加速してしまったりだとか太って見えたりとかしてしまうので、ぜひ今日から皆さん一緒にもう姿勢を正すことを意識していきましょう。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。今回は簡単にできること、すぐに実践できることを厳選してお伝えはしたんですけれども、やっぱりお金がかかることとか時間がかかることっていうのも私は実践をしてきたので、それはまた別の動画でお伝えしようと思います。ぜひ皆さんのこうやったら垢抜けたよとか、こうやったら綺麗になったよとかっていう方法があれば、ぜひコメント欄でも共有してほしいなと思います。次回は私が4キロ痩せたダイエット企画をお伝えしようと思ってます。2週間ぐらいかけて4キロ痩せたんですけれども、その方法っていうのも皆さんにもシェアしたいなと思っているので、次回の動画もお楽しみにいただけたら嬉しいです。それではありがとうございました。